ここは何滑走路？一番こっちのジャンボなんか大型機が通る滑走路なんだ。何滑走路っていうのかよくわかんない。それはお父がやっていた時もあった？あったよ、これしかなかった。そうなんだ。今止まってるでしょ、あれがホールディングポジション。あそこからランウェイに入っていくよ。で一旦止まる。こういう風に入っていく感じ？右回りに回る。これも何回も飛びましたか？いや飛んでないよ。飛んだけど、自分で掃除はしてない。掃除はしてなくても、だってほぼ成田でしょ、お父の時は。そうね、4分の3ぐらい成田、4分の1ぐらい羽田。あれが行くでしょ。今ランディングしたでしょ。あれが行ったらすぐこの滑走路に貼ると思うよ。そういうことか。ってことはここの滑走路も着陸も離陸も両方やるの？やる。もちろんそうだよ。そういうもの。エンジン稼働したね。そう、作動はしてるけどふかした。今クリアっていうテイクオフの許可が出た。でランウェイでホールドしろっていうのが出ると思う。ランウェイ滑走路上で、待機せよって。滑走路上？滑走路にいていいの？中に入って。ホールディングして待ってて、一気降りたじゃん。でこれが曲がりきって、外に出るまで滑走路上にいて待って。あれ動いたでしょ。今滑走路上に乗ったわけ、あれで。あそこから今止まってたところがホールディングポジション、で今もう滑走路上に出たんだ。出た、であの上あれでまっすぐ制定するわけ、滑走路にね、で今着陸したやつがランウェイから出たら、あれがテイクオフ。そうなんだ。ってことは1個の滑走路に一瞬2機がいるってことね。出てからホールディングしたから、それは分かんない。ここのとこ事故あったじゃん、羽田の。それだと1個の滑走路に2機は絶対入っちゃいけないみたいなルールがあるみたいなさ。あそこでホールディングしてね、滑走路上で。あの時に上からバサーッ来たんだよ。今で動いた。テイクオフの許可出てるから。だから滑走路に入って、待機した時上から降りてきたんだね。羽田JAL。この間の事故。滑走路上でも待機ってあるんだ。あるよ、前の飛行機がいれば。ルーちゃん、ここ来なさい。ここ来て。じゃあ今風段つけるから危ないからこう来て。でこう。今日はこの間の羽田のやつは聞き間違い？いろいろあるんだよ。航空局のホールディングポジションのランプが故障してたりとか、確かに聞きにくいよね。イヤホンで聞くのは。イヤホンで聞いてるんだ。聞いてる。こうみんなが聞けるようにわーって。でも聞き取りにくいじゃん。聞き取りにくい。だからそれでプラスイヤホンもつけるんだ。それと、降りてきたやつが見えなかったっていうのは、この夕方の、ちょうど。今何時？ちょうど今だよ。今、どうかわかんないけど。16時。違うか、それは違う、地震の時間だ。日によって、もっと暗いわ。暗かったり明るかったり、ちょうど見えにくい時間帯に入ってるのと、要素がいろいろ重なってる。1個じゃない。だから海保の飛行機がなんで滑走路上にいたかっていうのはよくわからない。なんでそれをのけなかったかっていう管制官も
責任はある。うんでなんでそれを見つけなかったかっていう JAL の責任もあるよ、うんうん、なんで見えなかったのかっていうね。視界はいいのに見えなかったかって、この暗さから行くと見えづらいっていうのもあるし、クリアツーランドで安心したっていうのもあるし、そうだよ、いろいろあるよね、そうだよね。でももしそこに乗ってたのがお父だったら助けられたと思うの？わからない。あれはすごいよね。すごいことだよね。でもやっぱり今の女性のチーフだけ、すごいよね、で訓練されてる、みんながね、だってお父の時代だって訓練もあったでしょ。あったよ、でもまた違うか。今のが厳しいのかね。今のは全然厳しいと思うし、乗ってる人数が全然2倍3倍ぐらい。でもジャンボぐらいになったらそれぐらいだったんじゃない？460ぐらいだけど、ジャンボから2列になったでしょ、通路が。いや、わからないけど、僕なんか1列の時代だから。ああ、そうなんだ。あいつらキャビンやってたのが今から何年前40年ぐらい前から。40年も前じゃないよ。35歳の現役として。ああ、35の現役としてね、40年前。ああ、そうだね。現役時代は40年前ね。全く違うわな。訓練方式も全然違うだろうしね。飛行機もそもそも違うでしょ、全然ね。通路っていうのが1列しかない、今2列ある、大きさが違う、音だったらじゃあ見えた？だって飛行機乗ってたでしょ。俺の乗ってたのは軽飛行機だし、見えるのは一緒だよ、見えるよ。だからスピードは違うけど、ね、でもさ、自分で乗った時夜だって乗ったことあるでしょ。あんまり夜は乗んない、昼間だけ。昼間だけか。調布が主だから、だから今はどうかわかんないよ、今は無線がもっとはっきりクリアに聞こえるのかもしれないけども、今さ YouTube とかさテレビとかでも無線のやつ言ってんじゃん、生のやつ、あれ聞いてわかる？わかるよ。だって航空機無線通信士も持ってる持ってんだ、そんなの。だからそれがないと飛行機乗れないじゃん、タワーとコンタクトするのに。ちっちゃい飛行機でもそう、そりゃそうか。当たり前でしょ。そうかそうか。じゃああんなゴネゴネゴネ英語で言ってんのわかんの？わかるよ、わかるけど聞き取れに昔はもっと雑音が入るし、今はわからないよ、それはもっとクリアに、イヤホンみたいにクリアに聞こえてるかもしれない。このイヤホンみたいにね、クリアに。そりゃそうだね。飛行機の免許取ったのは20歳前後だから50年ぐらい前まだゼロ戦の戦闘機乗りが教官でいた頃だから。ああ、そうか。ゼロ戦だよ、ゼロ戦。ゼロ戦で生き残ったってことか、じゃあ、が教官だったってことか。そうそう。まあじゃあ今回はどの人たちも言ってるようにヒューマンエラーの重なり合いみたいな感じなのかね。そうそうそう。一人に罪をかぶせてはいけない。いろんなミスが重なり合って事故に起こってるから。だから運輸省、民間航空会社、海上保安庁が一体となって責任追及すべきだよね。改善だよね、もうね。それしかないよね。大変だと思う。そう簡単に結論じゃあ改善となるとさ、今ほら改善というと今ペットのことすごい言ってんじゃん、みんな。ペット。あれはどうなの？ペットはカーゴルームに保管する以外にないね。ない。キャビンっていうか客室に持って行ったとしても、吠える犬がいる、で犬自体を嫌いな人がいる、それで逃げる時にゲージに行くとカバンを持っていくのと一緒だから、無理だと思う。
どっちにしても置いていかなきゃしゃあない。もう絶対にさ、それだったらさ、客室にいてね、ルークが、置いていくなんて絶対できないよね。そうね。私も残るになっちゃうよね。そう言うよね、普通。それだったら飛行機に乗んない。乗んない。それが一番。犬を乗せない。犬を乗せないね。人間だけにする。それしかないと思うよ。飛行機乗せるのはやっぱかわいそうだよね。気圧とかってどうなの、貨物の部屋。気圧。同じだと思うよ。客室と。まあこういう生き物乗ってんだもんね。で気圧が違うと、床が抜けるから。そうなんだ。そうでしょ。雨降ってきた、完全に。こういう時ってさ、今飛行機いるじゃん。見にくいよ。そうなんだ。やっぱ車と一緒。どんなに目はよくたって見にくいよ。ねえ、亡くなった人かわいそうだよね。本当だね。なんか1月1日の能登の地震とさ、能登だって3ヶ月前に行ったばっかりなんだよ、私たち。そうだね。ねえ、言ってたもんね、お父も。スーパーのおばちゃんどうしたかなってね。スーパーで道教えてくれたね、おばちゃんとか。なんか6月ぐらいに大地震があったんでしょ、能登で。そう、何ヶ月か前にね。で1月にあったでしょ。そのちょうど真ん中に行ったんだよね。1月6月か2月か分かんないけど、で私言ったんだよ、お父に。地震あったけどどうするって。そしたら「大丈夫だよ」とかって言ったんだよ、その人。言ったか。言ったんだよ。で2日は JAL でしょ。ね、なんかちょっと関わりのあるじゃないけどさ、行ったばっかりのとこと、昔いたねえ、後輩たちが死ぬか生きるかだったわけだ。そうだ、でさ、飛行場ってさ、結構見にくいんだよ、平たいから、なんか建物が建ってるとか、そういうのって見つけやすいのよ。この平たいとこにライトだけあるでしょ、見つけにくいんだよ。そうなの？見つけやすいように見えるでしょ、飛行場なんて。そう、あれがね。そうなんだ、そういうもんなんだ。そういうもんなんだよ。大体さ、飛行場って郊外に作るからね、畑と見分けがつかないんで、雪なんか降ったら本当分かんないから。そうだね。でもさ、私なんかさ、フェリーに乗せるのだって躊躇すんのにさ、犬。フェリーもさ、沈みそうになって逃げるときに、救命ボートには犬乗せちゃいけないとかあんのかな？細かい規定があると思うよ。あるだろうね。やっぱり荷物は乗せないでくださいになるだろうしね、そういう時はね。そこ調べとこう。とにかく、ルーちゃんは車だ。ね、飛行機も乗んない。船も乗んない。船も乗んない。船はわかんない。来たいしね、フェリーで。自分の車しかない。馬なんかさ、競走馬なんか、ジャンボチャーターしてどうするんだから、馬だけ。そりゃそうだよね。人間嫌だよね。馬いてさ。競走馬なんかヨーロッパに連れて行こうと思ったら大変金かかるってわかるよね。飛行機チャーターするんだよ、1機、ジャンボ機。1回乗ったことあるんだけど、馬主かなんかと調教師、2回、狭い部屋、馬何頭いたか分かんないけど、俺たちは一切ノータッチだから、検疫とかいっぱいあるから、触っちゃいけないってことね。ノータッチで水もやれないけど、馬主とか調教師とかそういう人は餌やったりしないアンカレッジ餌やるとか、小便さすとか、機内ではしちゃうでしょ、だって馬。それは分かんないけど、俺たちはいや、ノンタッチだから。でも犬じゃあるまいし、馬は我慢しないと思うよ。アンカレッジまで。するの仕方までは詳しくは、まあでも機内が汚れないようにとかあるんだろうね、きっとね。でも私もさ、成田空港でキリン見たことあるからね。キリン。キリン。キリンどうやって行ったんだろう。事務所から
入ってきたか出てきたか、もう新入社員の頃だったから覚えてないんだけど、キリンだと思ったもんねあれはすっごくよく覚えてる。普通船とかで運ばないのかなって思うよね。パンダなんかは飛行機だよね。ああ、そうか。まあパンダはだって全長大きくたって2メートルとかそんなもんでしょ。キリンだよ。でも貨物だからね。馬にしてもキリンにしてもパンダにしてもね。そうだろうね。うん。大好きボーロ。美味しいね。ボーロ美味しいね。室内20.6 度。あったかいね。やっぱり風だわ。じゃあそろそろ帰ります。